皆さんこんにちは、キスケです。本日は NR イベントで使える戦火デッキを紹介していこうと思います。NR イベントってめちゃくちゃ良くて、やっぱり安くいろんなデッキが使えるっていうのはすごく楽しめるんじゃないかなと思うんでね、気になった方は作ってみてください。戦火っていう、なんていうの、テーマは何をするデッキなのかっていうと、基本的に永続魔法とかトラップを絡めてフィールドを制圧して殴り切っていくっていう、そういうデッキになってます。やっぱりね、特に強いのがこの超円であったりとか関運であったりとか超徳、こいつらがね簡単に出るんすよね。まずこの超円、どういう時に出るのかっていうと、自分の戦火モンスターが相手表側表示モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に、手札から特殊召喚できます。なんでって感じやんな。なんでお前は出てくるんだっていう感じなんやけど、しかも、その相手モンスターを攻撃力1000ダウンすることができるっていう意味不明ですよね。マジで強いと思います。で、こいつ、関運。関運に関しては、相手フィールド上にのみモンスターが存在する場合に特殊召喚することができます。だから高校とかにね、関運とか握ってればだいぶ強いんじゃないかなって感じやね。で、超徳。超徳はさらに展開を広めることができるカードで、自分フィールド上に戦火モンスターが2体以上存在する場合、手札から特殊召喚することができます。でね、簡単に出るくせに打点が2700でしょ。で、こいつは2500でしょ。こいつは2300でしょ。で、2300プラス相手モンスター1000ダウンっていうデメリットもあるし、デメリットじゃないか、メリットか、デバフもあるし、非常に強いと思います。で、プラスこのカード以外の、戦火モンスターは戦闘では破壊されなくなると。こいつがいる限りね。で、相手フィールドのカードが戦闘効果で破壊された場合、相手フィールドカード1枚を対象として破壊することができると。だから例えば、安めの、例えば将校とか出して1600ですよね。で、相手の2000ぐらいのモンスターを殴るタイミングで超円を出してあげて、1000ポイントダウンして、こっちは2600、相手は1000。で、殴り勝つことができますよね。で、殴り勝ってしまうと、こいつがもうフィールドにいる状態なんで、もう1枚プラスアルファでカードを破壊することができるんですよね。これが超強い。で、関運に関しては、2500で結構簡単に出ると思いきや、他の能力も強くて、相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合、相手フィールドのモンスター1体を対象として破壊することができます。だから例えば、相手が先行で2、3枚並べてきましたよっていうタイミングで次のターン回ってきて関運出してあげると、関運出して相手フィールドが3枚2枚でこっちが1枚でしょ。だからモンスターを破壊することができると。で、2500で突破できないモンスターって結構少ないと思うんですよね、この NR のイベントに関しては。だからそこでさらに2500で追い打ちをかけることもできるんで、めちゃくちゃ強いんじゃないかなって思います。で、超徳の能力が、このカードの攻撃力は自分ターンの間、相手フィールドのモンスターの数 ×300 アップすると、2700からさらに上がってしまうっていうことだよね。で、相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターより多い場合、このカードは一度のバトルフェーズ中に2回までモンスターに攻撃することができます。わけわからんぐらい強いね。わけわからんぐらい強いと思います。で、他の戦火カードに関しては、なんか魔法トラップを破壊して魔法トラップを、サーチしてきたりとか、そういうカードが多いって感じかな。どっちかというとやっぱりこの戦火の中でも大型のモンスターを特殊召喚して殴り勝っていくっていうことが非常に多いと思います。で、魔法トラップに入るんですけど、まず演武天数、このカードは魔法トラップゾーンに存在する限り、通常召喚に加えて一度だけ、重戦士族モンスターを召喚することができるということで、この戦火デッキは重戦士しか入ってないんで、2回通常召喚できるよっていうことだよね。で、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り重戦士族モンスターの攻撃力は100アップすると。で、お次は、3個レイゲイ。自分メインフェイス時に自分が戦火モンスター召喚特殊召喚に成功した場合、
そのモンスター1体を対象として、そのモンスターとはカード名が異なる戦火モンスター1体を手札に加えることができます。サーチすることができるってことだよね。これはめちゃくちゃ強いね。で、このカードが魔法トラップゾーンから墓地へ送られた場合、手札から戦火モンスターを特殊召喚することができます。強いね。強い。孫竜同盟ということで、自分フィールドの戦火モンスターの属性が2種類以上の場合、属性を1つ宣言して、宣言した属性を持つ相手フィールドの全てのモンスターはターン終了時まで効果を発動できない。相手がモンスターの特殊召喚に成功した場合、または自分が戦火モンスターの効果を発動した場合に発動できると。自分フィールドの全ての戦火モンスターの攻撃力はターン終了時まで、戦火モンスターの数分300ポイントアップするっていうことで、この辺のね、小粒の戦火モンスターであっても、この辺の魔法トラップを絡めることで、打点は2000とか、少なくても1800とか、それぐらいには成長してくれるっていう形になります。で、10万の矢。相手フィールドの表側表示モンスター1体と自分フィールドの戦火モンスター1体を対象とできると。相手のモンスターの攻撃力を半分にして、その数値分自分のモンスターの攻撃力をアップさせることができますと。これも強いね。で、自分フィールドの戦火モンスターの属性が2種類以上で、このカードが墓地へ送られた場合、手札デッキから、このカード以外の永続魔法、永続トラップカードをフィールドに表側表示で置くことができます。これがね、強いんですよね。てか弱いカード入ってないよね。マジで強いと思います。で、サイクロン激流走はいいとして、まず天戦ですね。このカードは、重戦士モンスターを選択して攻撃力を700ポイントアップすると。で、このカードがフィールド上に存在する限り、重戦士モンスターの攻撃力は300ポイントアップするということで、バフですね。はい。殴り勝てるカードっていう感じになってます。で、超反の王ということで、これも永続トラップやね。自分の戦火モンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了まで魔法トラップを発動することができません。だから、この辺のカードを並べるだけ並べといて、これを発動させれば、ダメージをすんなり通すことができるってことやね。これもめちゃくちゃ強いと思います。で、まだ強いのがあって、墓地にあったとしても、能力を発動させることができるんで、結構ね、このデッキは、永続トラップとか永続魔法も強くて、この辺のモンスターも強いっていう、そういうデッキになるかな。で、戦火シラク大丈夫の木ということで、相手がモンスターの特殊召喚に成功した場合、トークンを出すことができます。で、自分相手の戦火モンスターが戦闘で破壊される場合、代わりにこのカードを破壊することもできます。で、フィールドの戦火モンスターを対象とする魔法トラップモンスターの効果が発動したとき、墓地から除外して無効にすることができます。これがね、強いわけですよ。多分ね、聞いてるだけでも、当然やけど強いんじゃねって思うと思うけど、ほんまに強いデッキになってます。この NR イベントの環境だと、天下取ってんちゃうかっていうぐらい、強力な、デッキになってるんじゃないかなって思います。で、覚えることもね、そこまで多くないんですよね。特殊召喚できる、レベルの高いモンスターがいて、その他は永続トラップとか魔法を破壊してサーチしてきたりとか、だからフィールドに足りない永続魔法トラップを持ってきたりとか、その場に適用する魔法トラップを持ってきたりできる中、特殊召喚できるカードも複数存在してるっていう感じになってますね。で、エクストラデッキは汎用性のある、簡単に出るカードをぎっしり詰め込んだっていう形になります。ということで、ちょっとね、長くなっちゃったけど、こちらの戦火デッキで、どうやって勝つのか、どうやって回すのかっていうのをリプレイ見ながら、解説していこうと思います。それではリプレイの方行きましょう。さあ、それではリプレイの方を見ていきましょう。確か、どっちだったかな？後攻ですね。はい。いますね。手札に長英が。長円か。はい。しっかりといると。相手ペンデュラムやね。いきなり2400が登場して、あたふたしてるっていう感じではあるんやけど、特に問題なく突破できるんじゃないかなとは思います。ということでサイクロン引いたんで、とりあえず1400を突破しないといけないと。ただ、このクリフォートシェル
があることによって攻撃力300ダウンしちゃうんで、とりあえずサイクロンでこれを破壊して周光1600攻撃表示で出してバトルフェーズに移行して、超円の能力で1000下げて1400で、突破していくっていう形になると思います。サイクロン破壊して全く一緒やね。バトルフェーズこれおかしいよなマジでマジで強いと思うわ。ほんまに強い。1000ダウンで1600で突破できると。で、相手のカードを破壊できたんで、さらにもう1枚プラスアルファで破壊することができます。で、バトルフェーズ中なんで、こいつも2300でダイレクトアタックできると。ぶっ壊れよ。で、大丈夫の儀をセットしてターン終了っていう感じやね。ほんまに強いと思います。はい。一応ね、大丈夫の儀は発動しておきます。で、超円の能力で、戦火モンスターは戦闘では破壊されないっていうのが働いて耐えましたね。マジで強いよね。またサイクロン。またサイクロン。やっぱりサイクロンは3積みが一番いいんじゃないかなとは思います。ただここで超円が除外されてしまいます。で、ここで出すのが、カブンになります。カブンの能力が、自分フィールドの永続魔法、永続トラップを対象として、そのカードを墓地に送ると。で、フィールドの表側表示モンスター2体を選んで、攻撃力をターン終了まで半分にすることができるということで、これを使って突破していくっていう感じだね。はい。で、相手の手札もなかったんで、しっかりと突破して、ダメージチクチク与えていれば、勝てるんじゃないかなっていう読みで、やったって感じだね。ただ盤面ちょっとね、なんていうの、弱々しくて心配だったんで、ここは雲を出していきます。で、今のうちに大丈夫の儀を発動させておくと。で、ここでターンが返ってくるっていう感じだね。伏せカードもなかったんで、だいぶ良かったんじゃないかなとは思います。はい。これでサーチもできると。先ほど説明した通り、このカードは、戦火モンスターの召喚特殊召喚に成功した場合、戦火モンスターを対象として、そのカード名とは異なる戦火モンスターをデッキから手札に加えることができるんで、これを通常召喚して、発動させて、関運を回収したっていう形になります。で、関運を回収した理由が、何らかの形でこのフィールドが突破された場合、次のターン、しっかり関運を展開して、フィールドを制圧できるようにっていう形やね。で、バトルフェイス。これによって雲が強くなっていきます。グン。ここまで来ると突破するのはなかなか至難の技なんじゃないかなとは思うんですが、どうなんでしょうかね。はい、大丈夫の儀で回避。これで足りますね。うん。さあ、ここで引いてくるのが、点数ですね。はい。これでバトルして、ダイレクトアタックして、勝ちという感じになります。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は NR イベントで使える戦火デッキ紹介してみたんですけど、いかがだったでしょうか。リプレイ見た感じだと、この超円の強さが、そこそこわかる試合だったんじゃないかなとは思います。で、他のね、永続魔法とかトラップに関しても、身代わりになったりとか、サーチ能力があったりとか、いろいろ能力があるんで、非常に楽しく殴り合えるデッキになってるんじゃないかなと思います。NR で全部組めるんでね、気になった方は組んで、NR イベントを回してみるっていうのもいいんじゃないかなって思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良き遊戯王ライフを。バイバイ。